した、この番組は私たちボルタクションが真のスーパースターを目指すべくさまざまなね挑戦に本気で挑み限界を突破するチャレンジバラエティ番組となっております。はい、突破していこう。4月に特番として復活するということで我々集まりましたが、何ですかこのすごいね。てか良かった3があって普通に2で終わるかなって思ってたんです。突然ですがボルタの皆さん最近スト6熱高まってますね。高まってるね。格闘ゲームの格闘ゲーム、ストリートファイター6ですよね。ゲームの中ではたくさん戦ったことがあると思いますが、そうだね。フィジカルでのリアルなバトルは最近あまりやってないですよね。もうなんか JP になってる杖が見えるんだよ。ということで今回は皆さんにガチでバトっていただきます。ついに来たか、お前らをボコボコにできる時が。来たね。ありがと流血沙汰なるけどね普通にね。やばい番組なんだね。ということで題して今回の企画は強さの限界を突破しろスーパー代理プロレスチャレンジ。代理プロレスチャレンジです。代理代理プロレスその文字、気になりますよね。気になる。今回はねボルタに強さの限界をまず突破してもらうためにプロレスに挑戦していただく。やれんの僕らプロレス。ただ未経験でねいきなり戦っても怪我するので、そうです。ダンス踊れなくなっちゃう。今回は4人のプロレスラーの皆さんにボルタクションの代理として戦ってもらう。なるほど。多分マジ俺らの中で戦えるのはセラフだけかもしれない。そうだね。そうだから相手にならないからちょっと代理とプロレスは見たことある。ちなみに切り抜き集みたいな技集みたいのはちょっと見たことあるけどフルでは見たことないかも。それで言うとコラコラ問答とかしか、プロレスの前後のインタビューしか見たことない。めっちゃ好きなやつある。俺もスト6のアレックスのねケニーさんですっけ。ケニーオエラさんね。そうケニーのやつ見たくらい。はい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 。これねあれいいよね。めっちゃかっこよかった。まずはですね我々それぞれの自分の代理プロレスラーに情報をインストールします。はいはいはい。インストールに必要な要素はキャラクターと技です。なるほどね。そこをちょっとみんなで考えて、で考えた要素を自身の代理プロレスラーにインストールさせて代理で実際に戦ってもらうっていうのがスーパー代理プロレスチャレンジ。だからもうセラフのマネモンを作るんだ。そういうことだな。そうスト6の言葉狩りはマネモンよ。じゃあおのおののキャラクターをこう入れていくわけね。なるほど。一人一人。それ容量は容量。いやそう確かに何ギガだろう。いやもうすごいんじゃない。インストールに関してね。かっこいい。かっこいいよね。ねえスーパースターいない？スーパースターいるね。平田和樹さん。もう入ってるもんね。ちょっともうなんかわかんないけどちょっと私っぽい気がするね。なんかねひばりが角一馬さん。角一馬さんムキムキですよ。ムキムキやね。これ何でもやってくれるじゃん。うちらの方がインストールしてる今。確かに逆にね。で僕が遠いさん。遠いさんも上腕すごいよ。相当出てるよ。いやカットがいいよねやっぱり。上野祐樹さんがいやなんかもうハンサムスターじゃないね。スターだね。速そうめっちゃね。こちらのね4人がチームボルタクションとなって相手レスラーチームと対決。なるほど。4対4ってことか。4対4ってことです。はいはいはい。今回ははい。ボルの報酬ありません。ないの？ないの？ないの？なぜかというとはい自分たちちで直接戦うわけではないからという。違う。待っていけるけど自分の体で。やりますよ。私が。報酬はねやっぱ自ら直接チャレンジした時にゲットできる方が熱いじゃないかという。いいじゃんいいじゃん。まあそうですね。そうはいはい。まあこれはもうスタッフさんのエゴですよ。僕は別にいいけどね。マジで代理でも譲らんぞって俺簡単には渡さんぞって。ボルタクション側としては全然ね代理でいただいても代理でも本当にもう全然問題ないんですけど。相手チームなんですがどうやら人気や好感度が高いものが嫌いでね、勝ってボルタクションの人気や好感度を低下させるためにほう。
狂気攻撃など手段を選ばない極悪ヒールレスラーという噂があるらしい。あでもパイプ椅子持ってるもんね。これ強そうだね。悪そうだね。チームボルタクションとして戦ってもらうわけですから、なるほどなるほど。生半可じゃいかないねじゃあ。ファンの皆さんにね影響が及ぶ可能性がありますから、確かに。こっから飛びヒール出してってにボコボコにされちゃったらね。なんかもう見てられないわみたいななっちゃうから、ね、ボルタクションちょっとマジかみたいになっちゃうかもしれない。困っちゃいますよそれは。弱いボルタクションはいらない。まあ、ということでプロレスのね勝つ方法ですが、はいはいはい。いろいろな勝ち方があります。はいはいはい。まずはピンフォール。ピンフォール。ほはい、相手の両肩をマットにつけた状態でレフェリーが3カウント数える。なるほど。完全に押さえつけられてる。押さえつけてみたいな。2つ目がギブアップ。これは関節技、締め技などで相手をタップさせる動作ですね。はいはいもう苦しくなっちゃってガーカンカンカンみたいな。そして3つ目がノックアウト。こちらは相手が10カウント以内に立ち上がれなかったらもうノックアウトっていう判定で、俗に言う KO ってやつね。まあそうか。今回はねギブアップかピンフォールで勝利を目指していきましょうということで、なるほど。オッケー。考えるキャラとか技次第でちゃんと試合のね勝敗にしっかり反映されるらしいので、ここはふざけず本気でね勝ちに行きましょう。これはマジまあそれはそう。いや考える結構やっぱちゃんと考えないとね勝てなそうだからね。どうやらねプロレスってそのチームで勝つことが大事らしいから、自分の技特化でもいいけれども味方の士気を上げるみたいなところもあったっていいんじゃないかみたいな。はいはい合体技とかもいけんじゃないじゃあ4人。おでもそれこそね、やっていきたいね。うんまあでもボルタのままいったらバランスよくなるからそりゃ。そうですね。あもうそういうことですおっしゃる通りで。あでも結構ねキャラとか思い浮かんできてる。もう出てきた。うんキャラはある。まあそうねやりたいのありますよ。はいはい早速ですけれども考えたもの発表していきますか。はい、 OK 行きましょうか。やっぱり、やっぱ強くなきゃいけない。そうね。セラフはそうだな。セラフダズルガーデンたるものダメ、同時ちゃダメ。何にも動じない、はいはいそんな強さ、はいどんなに強い技食らっても、もう立ち上がる絶対に。岩のようなとこ不動。システマみたいなのさあるよね。逃がすね。で味方が全員やられてもセラフだけは立ってるみたいな。そうもう立ちすぎてもう巨大な木になってるぐらいのそれくらいの。俺らの価値格じゃねえか。価値格だね。立ってたらいいんだろこのルールだってもう地球じゃんねそれって。そうそうだね。やっぱり壮大な技を、やっぱ俺宇宙好きだから宇宙好きなんや。作り出すべきは銀河。はい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 。手を広げてもらいます、やっぱね銀河は円を描いてますから、あそうだね。回ってください。あれ回った。もうこれ回ると何が起こるか、銀河の中心には何があるか知ってますか？ブラックホール。イエス。ブラックホールがあるということは敵は吸い込まれてきます。ほうほうほう。そしてこのナックルナックルに当たるわけ当たるわけよ。しかもまた吸い込まれちゃうこれ。また吸い込まれる。無限無限ループだよこれ。しかもですよ、銀河には何があるか、星がいっぱいあるんですよ。星ある。はいはいはいということは2個なはずがない。飛んでます、何かが。飛んでます。何かが飛んでる。何かが飛んでる、だからダメージを受けるはず最後適当。なんでそんな投げやりない最後。そうだからもうナックルだけじゃないダメージを、おお。物理ダメージを与え続ける。なるほど。名付けてギャラクシーナックル。ギャラクシーナックルです。おーかっこいい。銀河としてやらせていただきます。まあやはり私といえばまあ紳士的かつまあ冷静さがとても際立つ人なのかなと自分で言うんやね。むやみやたらに攻撃するのではなく、なんかゆっくり喋ったら紳士って思ってない？もう直立不動でこう相手を一手一手見極めて戦うような、相手から来たところを冷静に見極めてもうシュよ。あいやいや使ってる使ってる。アキラが誰かをインストールしてる。必殺技のところなんですけども、はいはいはやはりこれメガネを使うことで相手の弱点を見抜くことができ、はいはいはい。相手の弱っているところに対して
冷静に弱点をつくことができるヒーローたるものですね、相手がいくら悪であったとしても、苦しませずにとどめを刺してやるのも大事なのではないかなと思いまして、楽に行かせてやるみたいなね。はい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 名付けてジャッジメントアイでもなんか見えるね。パワータイプからの冷静沈着タイプだから、次来るのって嵐かなと思って。嵐嵐やっぱなるほどトリッキータイプ、ちょっと僕っぽくない？ぽいぽいぽい、まあトリッキーにね。なんで僕のキャラはもう戦闘ジャンキーバーサーカー、もう強戦士、バーサーカー。バーサーカー何してくるかわからんみたいな。はいはいはいあいつはどんな攻撃をしてくんだっていう。でも戦闘大好き。戦い始めたらもう一回も止まらん。おおそんな感じ。大丈夫、止まらんのや。止まらん。もうもう変だからわってって言っても止まんない。もう全然なんかさプロレスってなんかハイタッチで変わるとかじゃないの？あるんだけど、全力で呼ばないと止まらないみたいな。あ全力で読んだら逆に止まってくれる。止まってくれるよ。だから可愛げあるやん。大型犬くらいので味方にジャッジメントアイ使うことあるかもしれない。これもしかしたら止めるためにね、止めるた止めに。めるために待ちなさいってこと。でも味方にいたらちょっと心強いやつ。まあまあなんか敵じゃなくてよかったみまたいな。あそれはあるかもね。ねすごい自信あるんだけど、やっぱボルタクションじゃん。サマラバからおやちょっと持ってきました技を。持ってきました。サマーラバから。まず、はいどうやってちょっと技名からいいですか。はいはいはい。漢字で常夏の愛憎劇難しいな、難しいと書いてサマーラバー。読ませすぎや。読ませすぎや。愛憎劇でラバー。そう愛憎劇でラバーいいじゃないですかまあ技いくと、コーナーに向かってまず敵をぶん投げますからのサマラバー。だこの動きをね、はい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 。このサマラバのここはいここで相手のもう首とかに向かってエルボーってことだ。ってこと。インストールできるのかという果たしてね。確かにいや本当に。やっぱりダンスというジャンルが入ってきますから。いやそうだね。確かに確かに。今回2キャラね。 2キャラ2キャラ2キャラ1なんよ。いや2キャラ持ってきた。そうまずはスピードスターというか、この結構機敏さを生かしながら、はいはい相手を翻弄するタイプはい。みたいな、そうスピードスターみたいなところとエンハンサーやります。あーサポートタイプみたいな。やっぱね。そうそう、やっぱねマイクパフォーマンスみたいなのもねプロレスの醍醐味だと思ってるから。おっしゃる通りですね。そういったところでチームをバフする、やっぱチームで勝たなきゃいけないから。そうだねそうだね。そうみたいなところでこの2キャラスピードスター、もう相手のあまりのスピードに相手もついてこれないみたいな、とチームエンハンサーやらせていただきます。おーめっちゃ整った。締まったね、構成がキュッと。そしてまず技、こちらこのスピードスターの方はライトニングダイブと名付けさせていただきまして、もうライト本当にニングダイブ。はい、もうジオムジこの縦横斜めもすんごいビリビリビリってロープだ、ロープ使ってる。バーンバーンみたいなのあるやんか。はいはい。で倒れたところにコーナーに立ってライトニングダイブそしてエンハンサーはい。はい。歌わせていただきますよ。おお。歌ってチームにバフバフ何それ。これはバ何フバフそうマジボルタクションのねデルルをアカペラで歌ってチームの攻撃力をグンって上げてみようかなって。なるほどね。そう上がるからね。味方がピンチになっててやばい相手に倒されちゃうみたいなところでもう出る。あやばい倒れてるこれもう倒れてる倒れそうになっちゃってるんでI just wanna love you love you 雨にもあれうわヒーロー踊れる踊れるか踊れるお前が踊ってどうすんだよお前はでもこうやって止まるかもしれないじゃんね。でも止まるかもしんないねこうやってみたいな状況でも使えますよ。なるほど。そうおもろい。こちら名付けて競争乱舞。いやでも2キャラなのがミソだね。そうだね。やっぱCPU がバグっちゃっていやリング外でライトニングダイブし始めるらしい。あいつ倒れそうだ助けなきゃっつってピーガガガガライトニングダイブ。ちょっとやばいそれやばいそれ考えてなかったわ。やばい。個人の技はねいろいろ案出ましたけど、はい。
プロレスといえば合体技なるものが合体技最初に話したあるということで、ちょっとボルタ4人で繰り出すオリジナルのね合体技もちょっと考えていきましょう。オッケー。なるほどなるほいや俺サマラバで思ったけどなんか振りがいいねいやそう。振りはこんだ大事だねけ確かに振りの中に技があるはずデルルもねこれでパンチはできるよね一応ね。 L 飛ばしちゃっていいしな。そうピュッピュッピュッって言ってた。レイドでここアッパーやでダーンガッガッガッみたいなやつな。ここで相手抱き込んで背骨折るからカッカッカでじゃあ初期は初期レイド。初期レイドね初期レイドはいなんかある？そう初期レイド。初期レイドだったらだからもうここのさこれがあるじゃん。これがバーヘイユー試しもしないのに言えないヘイこれだ。お待ってちょっと待ってだから4人でやるからだから4人集まったら集まって一旦こういう敵ここねこうなって敵ここ敵がいたとしていてせーのヘイユー試しもしないのに言えないヘイなんでお前ら会うんだよ。こうだ。なんでだよ。これだ。あこの最後にこれかってね。インレイドってそんな攻撃的だったんだ。名前はもうインレイドでしょ。インレイドどレイドでいきましょうか。はいインレイドで。はいということで、はい今出たキャラと技をね、はい代理プロレスラーにインストールし試合をします。はいヒールレスラーから必ず勝利をつかみましょう。よっしゃー。よっしゃそれではインストールスタート。代理プロレスラーへのインストールが完了し本日完了した。はい、実際に試合を行っていただきます。改めてですけれども、今回は勝っても負けても報酬はありませんが、はいはいそうだね、やっぱ報酬よりも大事なものがかかっている試合となっております。そうですよ間違いないはい、これな戦う相手はねボルタの人気や好感度を低下させるために手段を選ばない極悪ヒールレスラーチームなんでね。何されちゃうんだろうね。ファンの皆さんのためにも我々グループの威信をかけて勝たないといけない、そうだね、はい、本気でね応援していきましょう。はい。そろそろ試合が始まりますということで、待ってましたマジ楽しみ。ねえどうなってるかだよね。ね行こう行こう行じゃあ早こ速見れるのかなこっから。さじゃああいよいよ熱い戦いが始まろうとしております舞台はプロレスの聖地新木場ファーストリング皆様はじめまして私村田晴郎が実況を担当させていただきますそしてゲスト解説にはこの2時3時ライマーの方に来ていただいておりますごきげんよう上力士です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いしますいやとんでもないことがいやまさかライバーがリングデビューするとはね思いませんでしたけれども確かに、そうなんですよ。果たしてどんな戦いになるのかしかも相手はボルタクションの人気とそしてファンを根こそぎこの試合で奪おうとしておりますおやおやただいまよりスペシャル8人タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナーより男色 D の石田祐希、ルキア、植木、高幸組の入場です。リングイン。うリングインするぞ。ちゃんと BGM だ。いやすごい。来た。悪そう。悪そう。でも待ってくださいよ何ですかこの連中ちょっとこれは悪くないですか。一目見た瞬間悪いじゃないですか極悪も極悪。絶対夜道で出会いたくない会いたくない。何ですか得意な相撲で人気なボルタを押し出したい意味がわからないなるほどボルタ人気にあやかろうというのか果たして。元警察官いいのか警察官じゃないんだったら取り締まれないちゃう。あ男色でいいのか。これはまずいですねとんでもないこの方はまずいですね大好きなんで大好きですよそうですねボルタクションの皆さんはね D の大好物ですまさしくイケメン4人がこれからそうそうそうカモがネギショってやってくるような。でも直撃来ちゃってるよ。赤コーナーよりボルタの時ずるくないボルタクションの入場です。まあ何でもするからね。来た。来た。さあ皆さんお待たせしましたチームボルタクションの登場ですかっこいいですね雰囲気抜群じゃないですか
これ大丈夫だ。こんなにインストールしてくれてんの？私たちだ。来たセラフやん。おい、ひばりやな。私もね今回初めて見たんですが、スッと安心感が体の中にインストールされましたよ。そうですね、よかったよかった。これはちゃんとやってくれそうだ。やってくれますね。あ、5割増しでかっこいいわ。頼もしい。 A1 だったまた来の岩、そしてシテアニ。ありがとうございます。すでになんかフーラの挙動がフーラさん大、どうしたの？まだゴング鳴ってない、ゴング鳴ってない。いきなりフーラがバーサーカー状態。ダメだよカナト。さあそしてディールにスキナギさん、スキナギ何やってんだ。嘘でしょ、嘘でしょ。瞬殺です、瞬殺です。何もできずに式なぎがおかしいおかしいおかしい。お前のせいだからなマジで。お前が強制しとか言うから。チームボルタクションの人気は悪の軍団のものになってしまいました。ってことだ。見てセラフの顔、今なんかもうありえない顔してたよ。終わった終わった終わった。ちょ終わり。お前だよ。お前だよ。違うだからもう今の状況を整理すると様子がおかしかったもんだって。状況整理すると、だから仲間に敵がいたんだよね。はい、終わり終わり終わり。だから負けた。俺らは負けた。終わりです。違うんだって。お前はなんでそっち側なの。ヒール側やめて。帰りたいの？黙ってバーサーカーって言っちゃったのがまずい。なるほどね。もう一回はないよね。おい、なんかさ、すごいよだって味しめてない？リーダー。もう一回やらせてください。あ、伝わらないらしい。全員で。はい。全員で？すいませんでした。お願いします。お願いします。もう一回見たいです。見通しが分かったです。巨選手とか言って巨選手とかだったら強いからって攻撃に特化してるからって思って。次は頑張ろうみんなで。いや頑張ろう。これ一人でもやっぱダウンされちゃう。チームプレーだからさ。その言葉にちゃんと重みを感じてくれ。まあでももうだってインストールしちゃったものは変えられないから。そうよ。それをどう次の反省に生かすか。そうね。本当にお願いします。スペシャル8人タッグマッチ30分一本勝負を行います。一本だからね。そう、一本勝負。新木場ファーストリングに極悪軍団登場です。ボルタクションの人気や好感度を根こそぎ奪いたい。そのためには手段は問いません。あ、でも椅子持ってない。次は何をすればあんな目の周りが黒くなるんですか？全くですね、眠っていないのでしょうか。果たしてそうですね、寝不足なのか邪悪な部分がにじみ出ているのか。ダークサイドに落ちると人はこうなってしまうんですね。元警察官言語道断です。闇落ちがひどい。やる気満々ですね。一人だけちょっとスタンスが違いますもんね。自分のすごい強い欲求のために今日の戦いを楽しもうとしてますね。ボルタクションの皆さんが心配です。立ち向かってくれるのか、2時3時のメンツもかかってますから。2時3時のメンツかかってますよ。そうだよ。負けちゃいけないから。我々が代表してね。帽子打ちなんて。本当だよ。来た。これ頼む。今回はうまくいってくれ。ちょっとカナタの様子をよく見て。様子をよく見て。そうそうそう。そっからじゃない。そっからだから。羽交い締めの時出てくるかもしれないから。まずはセラフ。はい。これ大丈夫。アキラも大丈夫。カナタまだ大丈夫。いいんじゃない？いいんじゃない？あ、いいんじゃない？ボルタクションだね。いいねいいねいいね。落ち着いてるよ。やばい、ヒール側がもう今にも襲いかかりそう。いや頑張れマジで俺ら。いやマジ。ボルタクション。いやチームだよチームだよ。あ、ひばりの気合も十分よ。赤コーナーセラフダブルガー。いやー、同志内がフィジカルナンバー1ですよ。スキアラが鍛えてますね、セラフは。そして高速移動。渡来。冷静ですね。
リングのど真ん中で決めポーズ。非常に知的です。大丈夫か？ちょっとフーラさん。おしかしこれ今フーラさんがね奇襲をしようとしたんですがディーノに逆にやられてしまいました。場外だ。もう誰もいないじゃない。リング上に誰もいません。いきなり荒れてますね。これ場外戦はですねかなりねやっぱ反則が入り乱れるんですよ。もうはいであれ何も不動すぎる強い。セラオ硬いな。ちょっと待ってこれステラスさんどういうこと？もう彼はもうこれくらいの狂気じゃ全く動じないという。私やばい。ちょっと待って。ダメやられてる。これゴングを叩く木槌さらにパイプ椅子。もうメガネがもうなくなってる。シネイさんがかわいそうなことに何をやってるんだ。ディーノ心配です。これねディーノが完全に暴走してしまえばですねこの映像を最後まで皆様にお届けできるか非常に心配です。そうですね。YouTube という媒体がお花畑に変わる可能性がありますね。はい。そんなもうダメだ。もう引き投げはグロッキーだ。何を考えてる何を考えてる。いいのかいいのか。ひどいカンじゃないよ。重大な反則です。急所急所。動かない。しかし相変わらず動かない。ステラスさん動じてないですね。やり返しもしないという。助けてあげてって。完全にグロッディ状態。悪いルキアが非常に困っています。もう一回なんだちょっと嘘でしょ嘘でしょ。大丈夫かアキラ。お前終わったばっかり。あれはダメです。ちょっとこんな許されるんですか？許されないです。ボルタクション的にも許されないですね。全然許されこのないです。やられ方。怒られた方がいいですね極悪軍団は。やっとリング内に戻ってきた。冷静なセラフが動いた。さあここからはやはりね力士さんボルタクションのね絆を見せたいですよね。そうですね。連携チームプレーというのはね負けていません、ボルタクション。さあ対角線コーナーに振っていく。でバックエルボーからもう一発。セラフいけ。素晴らしい。なんて不憫だ。不憫が出ましたね。でも構わずボルタクションの攻撃は続いていきます。いい連携引きだ。なぎ抜いていきます。私プロレス向いてないかもしれない。これは合体のブレーンバスター。なんだアキラ大丈夫か。元警察官。それはダメ。ちょっと拳銃。困る。これは従わざるを得ないですね。プロレスじゃないでしょもうこれは。普通に犯罪ですよ。何をする。嘘。急所打ちローブローってやつです。全員平等に。ボルタクションのユアモンスターが。いやーレフリーもね本来なら反則を取りたいんですが拳銃を突きつけられていたらどうにもなりません。見てないのか。はいやっぱ怖いじゃないですか。それ拳銃はね。はいやばい首が。諦めるな。レフリー止めて。止めて。オッケー。いや禁止技だよ。渡来がやっぱり拳銃の後遺症かちょっと精神的に動揺が見えます。一気に極悪軍団が優位に試合を進んでいます。渡来大丈夫か。やばい計算できなくなっちゃう。スピードスター。よけてくれ。こうなってくるとね渡来のスピードが活かせないですよね。そうですね。相手のペースだとこのままだとなかなかこのめった打ちを出したいところですけれども、やっぱり極悪軍団は良さというものを潰していこうとしてるんですよね。そういうところの悪い連携はやっぱ強いですね極悪軍団も。チームワークで負けこのない手の連中ね知恵が回るんですよ。そうなんですよ悪知恵が。またなんだまだなんか嫌な予感がする。まずい。何確保。ヘッドパッド。なんと渡来の股間を確保してしまいました。渡来のスカイラークが。そして悠々とゴールカウントが進む。まずい。危ないスリー寸前で返していきました。あれが3つ入っていったらボルタクションは敗れていました。いやちょっとやりたい放題一方的ですね。絶対ボルタクションがやり返せないようなやり口ですもんね。反撃できないような。
でもう渡来が仲間にタッチができません。また絡め取られた。これコブラツイスト、肩と脇腹と背骨を絞っていきますが、さあ後ろからスキナリ、スキナリカットに入れない。セラフをまさかなんと極悪軍団コブラツイストの三重奏、さらにディーノは何をしているんだ。マイクを持ちました。リーダー助けてくれ。もう万人傷だろおい。やばい。あとギブアップするしかねえぞ。でっかい声でギブアップって人気を俺たちによこすんだな。やばいやばい。ギブアップと言ってしまえば試合が終わってしまいます。なんと卑劣な。おや、これは彼らの持ち歌デルルですね。デルルですよね。なんと歌の力で。これは競争ランド。ボルタクションの仲間にバフがかかった。さあここからが本番です。怒りのディーノが襲いかかるが、ドローンさすが渡来。さらにリーダーいけリーダー。さあここでバーサーカーの出番だ。フーラはこの動きは来た。サマーラバー来た。決まった。ちょっとね踊り続けたらああなりますよ。しかしここに渡来が入ってくる。さあもっと加速していきたい渡来。早いな。加速する。かわしてバックを取って完全に翻弄している。これはガード顔面蹴り、さらにトップコーラー、ライトニングダイブ。見せますね渡来。完璧じゃん。勝利を目の前のうわまあタッグマッチですからね。そうですね。こうやって味方のねカットがあるんですよね。さあいきなりここは頑張りたい。聞かない。ちょっと体力の限界か。やばい、メガネがない。こうなったら弱点なんて何もねえんだ。ないんだ、弱点ない。ここだ。まさかジャッジメントライ炸裂。完全に極悪軍団の弱点を見抜きました。一撃必殺の急所を見抜いて。ジャッジメントアイでございます。海穂の絆か。卑劣な足を引っ張りましたね。外からはずるいだろ。足を引っ張って。いやー極悪軍団もただでは終わりません。一気にいけるかと思ったんですが、うわー、また銃だ。また拳銃だ。おまわりさん警察呼んで。拳銃でぶん殴った。拳銃でぶんだ。倒れない。痛くないぜ。いや、フェラオは硬いよ。嘘でしょ。ならばバックドロップ。これは効いたはず。なんと跳ね上がってきた。どうしない。表情一つ崩さない。こんなやつに負けるわけがないだろ。まずい。何も取りも動じない。苦しい。それでも動じない。ちょっとは動じてほしいです。さすがにね。同僚としてローブロー。ちょっと顔色変わった。さすがにこれはなんか変なスイッチ入っちゃいましたね。巷で。これは極悪軍団ビビってます。もう足腰が立っていません。仕方がねえ。私は今からブラックホールを出す。なんだブラックホールって。ブラックホールって全部力士さんまずいことになりました。これはさすがにどうなんだ。数々のレスラーを飲み込んできたブラックホール。ブラックホールが。これブラックホールってもしかして。さあ地獄の門が開いた。さすがのセラフもこれだけはちょっとさすがに抵抗してる。冷静さを装っているが確実に勝ち誇るディーノ。効かないブラックホールが。ブラックホールに対してはそうだ銀河だ。ギャラクシー宇宙には宇宙。銀河が見える。そして銀河がブラックホールを打ち破りました。銀河を超えたか。これダメだって。これダメだよこれ。ディーノほぼ戦闘不能です。そしてフラフラとリング中央に待ち構えているのはチームボルタクション。ディーノなんとかしてくれ。ほらインライド。
必殺技インリードシルキバッタカウント3チームボルタクション激勝です。ナイスマジよかったよかった最強の盾がいた。いやお前だよ頑張ったねおじさん本当に。最強の盾がいた。渡来ひばり、白木明、セラフラズルガーデン組の勝利です。ということで見事、我々ボルタクションの勝利ということで、いやよかったなんとかねボルタクションの人気は好感度を守ることできたよね。なんとかね守れた大丈夫大丈夫か本当に守れたねこれね守れたねみんな大丈夫痛くない引きずって守はないれたでいいのね我々守れた守れたよね。どうだった試合見てみて。いやいや、あんななんでも悪いでリングって何って状態やったの最初な。いやアキラも結構やられてたけどね。ヒラメがさダメやばかったよね。やばかったよ最初から。初手 V の字だったけどはいなんとかでもねみんなも助けてくれてね。そういや必殺技かっこよかったね。必殺技ねそうよかったね。でもコブラツイストから流れ変わったからさ、ねあれよかったね。3人コブラからうんマイクからそれまで結構劣勢だったちょっとね怖かったよ。俺また負けんのかと思ってさ、本当に気が気じゃなかったけど、本当によく耐えた。あなたよく耐えた本当に。耐えすぎ。何事にも動じないとはいえね、あそこまで行きますか。我々は動じてたよ。動じてた。逆に僕らが動じちゃったよね。動じちゃったね。そうそうそう。ということでねどうですかボルタの人気と好感度守れましたか。皆さんどうですかどうですか。体感2割減。結構減ったな。もうこれはもうプロレスにもね俺らはもう間違いなく興味湧いたじゃん。いやそう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 もう視聴者のね皆さんもぜひぜひ気になった方ね見てみてほしいですし、はいご協力いただいた DDT プロレスリングの皆様本当にありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。それではまた、いつかお会いしましょう。はいそれではバイバーイ。ギャラクシーの作りライトニングタイムサマーラバージャッジメントアイ